クリスマスにもぴったりなメニューをご紹介していきたいと思います。フライパンで作るチーズチキンミートローフ。フライパンでできちゃうのでオーブンいらないです。トンとか3となるとこんがりチーズが乗っかってる状態のミートローフが出来上がると、ちょっと気取った感じになりますんで、非常に柔らかくジューシーです。最後チーズの味がじわーっと出てくる感じ、非常にいいと思いますね。もう12月の9日、年の瀬でございます。クリスマスにもぴったりなメニューをご紹介していきたいと思います。チーズチキンミートローフ。フライパンで作る鶏のひき肉を使って作るミートローフ。フライパンでできちゃうのでオーブンいらないです。早速作っていきましょう。では材料の紹介です。まずベースのそのミートローフの部分ですね。鶏ひき肉、鶏もものひき肉です。それから卵、薄力粉、塩、ケチャップ、中濃ソース、野菜がキャベツ、人参、ピーマンで、溶けるチーズですね。細かくなってるやつ、ピザ用のチーズ。それからソース、バター、赤ワイン、中濃ソース、ケチャップ、それから蜂蜜で、付け合わせに茹でたインゲンや茹でたブロッコリーなど添えてもね、いいんじゃないかなと思いますね。ではまず野菜切っていきますからね。人参です。皮むいて、まず5ミリ角ですね。まず千切りにして、千切りにしたものを今度は横にして、で5ミリ角に切っていきます。で切れた野菜はボウルの中にどんどん入れていきますね。キャベツはちょっと大きめにね切っていきますね。1センチ角ぐらいですかね。でこれも切れたらボウルの中に全部入れていっちゃいます。ピーマンは半分に切ったら種を外して、で人参と同じですね。5ミリ角ぐらいに切っていきます。千切りして、でみじん切りで切ったらこれもボウルの中で、次に卵、薄力粉、お塩、ケチャップ、中濃ソース入れて、ここで鶏ひき肉ですね、全部入れちゃいます。この肉汁とソース、ケチャップが合わさるとちょっとだけデミっぽい感じなんですね。なのでちょっと下味にも入れます。練っていきます。栗原家のクリスマスは七面鳥焼いてまして、親父が基本冷凍で買ってくるんで、冷蔵庫で2日ぐらい解凍しないと溶けないんですよ。そっから下味つけてってことになるから結構時間かかりましたね。はい、こんな感じで混ざりましたね。そしたらフライパン用意します。今日は24センチ、一般的に家庭にあるサイズですよね。で鶏ひきなんで油多いんですよ。で油引いちゃうと油ブラブラになっちゃってちょっと油っ気強いので、このまま乗せていきます。でフッ素加工してあることが前提。でちょっとつながるように押し付けつつ、こんな感じですかね。で横を少しこそいで、ちょっとだけ立ち上げる。立ち上げすぎるとちょっと分厚くなっちゃうので、こんな感じですかね。縁の部分がね、こういう感じ。そしたら火つけます。でこれでジュージューいってくるまでしばらく待ちますね。ジューッと音がしてきましたね。今ジューッと。
そしたらこれで弱火にします。このままちょっと焦げちゃう。弱火にしてこのままフライパンの中で蒸し焼きにしていきます。で蓋でこの状態で15分じっくり焼いていきます。はい、だから火加減だけは本当に要注意ですね。ちょっとジリジリジリっていってる状態がいいかな。ちょっと一回様子見て、こう要はこの中に熱が対流して上がこう火が入ってくる状態ですよね。で今上に火が入り始めてる状態です。で下も様子見ながら少しこういうふうに動かして動く状態、この状態をずっと維持してくださいね。こうやって動く。で匂いも確認する。焦げ臭かったら火は弱める。いい匂いがしてたらちょうどいいと思います。はい、そしたらまた閉めますね。ちょっともう一回見てみますね。今度いいですね。このように水分浮いてきます。こうやってこの状態で最初表面焼けて、あとはこの水分で蒸し焼きになっていくんですね。この水分出たらほぼ成功だと思ってください。はい、もう一回閉めますね。あと3、4分。はい、じゃあ15分経ったので蓋取ります。今こういう状態ですね。ちょっと水気切ってこうやって動くけど水分浮いてる状態ですね。一回火止めます。ここで火止めて、まずこの水分もったいないんですね。美味しい旨味これ取っとく。倒れないようにしっかり押さえてこう取っとく。そしたらちょっとこの後裏返すんですが、ちょっと手にかかると怖いので少しこの垂れそうな水分を吸っときますね。これね。じゃあちょっと置いておいて、蓋でせーのでひっくり返しますね。せーの。それで今こういう状態です。はい、しっかりと焼き目ついてる状態。これこのままちょっと不安定なんですけど置いておいて、一回こう拭きます。次にここにチーズ均一に引いて、でこの上にもうね割と火入ってるんで硬いんですよ。このようにドンと乗せちゃいます。で焼いていきます。火つけます。チーズが溶けて上の部分コーティングされますよね。最終的にチーズが上になる。そういうことです。でチーズグツグツしてくるんですけど、ちょいと辛抱でコーティングされてトロトロの状態じゃなくて焼けたチーズが張り付いてる状態にしたわけですよ。今チーズふつふつしてますが、揺らすと上のお肉だけ動きますよね。この状態だとまだチーズと離れちゃう。チーズの油分が全部こう外に出てきてカリッとした状態で張り付いてる状態で作ってあげる。ちょっと火加減強いかなと思ったら少し弱めてあげて、こっち側ねだんだんほら一緒に動いてますよね。手前でもこっち側が動いてないですよね。まだチーズ溶けてる。もうちょいですね。ここ最後ね焦がしちゃったらもう元も子もないので、ここちょっと要注意。周りちょっとずつ剥がしていって、今全体動きますね。こうやってね全体動いたら今チーズの油分が浮いてるんですね。その油分だけもう一回ひっくり返すので少し拭き取ります。ちょっと傾けて油分が吸われるように。でさらに動かして OK だったら、お皿でも何でもいいんですけど、この後切って盛り付けるので、まな板溶けにくいまな板でもいいですよね。ポンとかさね。となるとこんがりチーズが乗っかってる状態のミートローフが出来上がると。でさらにもう一回ここで拭き取ってしっかり油分なくした状態でここでソース作っていきます。でさっき少し逃がした肉汁と油入れる。ここに各調味料入れていきます。今まだ火つけてない状態ですね。バター、赤ワイン、中濃ソース、ケチャップで蜂蜜。一回もう一回火つけて
でガーッと合わせていきます。でひと煮立ちしてとろみが出てきたらここでストップと盛り付けていきます。ちょっと食べるサイズを考慮しつつこういう感じですかね。で飾り野菜添えてで今混ぜたソースをのせると完成でございます。4人前ぐらいですかね。ちょっと多めに食べて4人前ぐらい取れるのでクリスマスおすすめじゃないですかね。やっぱりナイフフォークでねちょっとたまにはねこうやっておすましして食べるのもいいんじゃないかなと思いますね。よいしょ、こんな感じですね。いただきます。非常に柔らかくジューシーです。味はしっかりしている。でこのチーズの焦げた部分が柔らかさはないですね、当然ね。カリカリになってるんで。でそこが残るんですよ口の中で。でそれを噛むと最後チーズの味がじわーっと出てくる感じ、非常にいいと思いますね。ちょっと何回か返すって手間はあるんですけど拭いたり、でもフライパン一つでできるんで、材料もそんな難しい材料はないですよね。ちょっと気取った感じになりますのでぜひ作っていただきたいですね。ごちそうさまでした。